静岡県藤枝市で有機稲作やってる松下と申します。会社の名前はオリザファーム株式会社、代表取締役です。で、昭和38年生まれの60歳。で、地元の農業高校卒業して、で、ちょっと就職したんですけど、24歳から2年間、青年海外協力隊に参加しまして、東アフリカのエチオピアという国へ、野菜の指導で行っておりました。で、帰国して間もなく29歳の時に、私の父親が亡くなってしまったので、それを機に、家業を継いで、収納いたしました。で、その時に、有機栽培で、やりたいって思っていたので、その時に、有機栽培に切り替えて、もう30数年経ちます。で、現在11.5ヘクタール、の農地がありまして、そのうち、有機ジャスの認証補助が7ヘクタールほどの、稲作の専業農家です。で、主な販売先は、地元の米屋さん、それから酒蔵、地元の飲食店、あと麹屋さんで、味噌とか作ってる会社ですね。で、個人のお客さんもいます。で、海外に輸出している会社とも取引して、主にニューヨーク、ハワイに、送ってます。からここに書いてる、書き漏れたんですけど、学校給食も去年から始まりました。藤枝市の。で、それが、この一番下の藤枝市オーガニックシティ推進協議会副会長って書いてあるんですけど、これは国が緑のシステム戦略という有機農業を広げようという、戦略がありまして、その中で、オーガニックビレッジ、全国100市町村を、まずはオーガニックの街に認定して、そこから有機農業を広めようという、その、オーガニックビレッジに、昨年藤枝市が手を挙げて、で、国から、認められまして、ちょうど1年前の2月に、藤枝市の市長が宣言をしまして、それで、藤枝市が公に、有機の街になりました。そこで仲間で協議会を立ち上げまして、そこの今、副会長をやっております。はい。そのオーガニックシティの推進協議会の方で、東京エイトと出会われたっていうことですね。そうですね、張海さんが、藤枝市の方に、コンタクトしてくれたおかげで、出会うことができまして、で、今日こうやってお世話になっております。ありがとうございまありす。がとうございます。はい。それでは、有機農業を始めるきっかけというのは、やっぱり、海外での生活、その後、うん、収納するという時の、いろいろなこだわりというものを少しお話をお伺いできますか？はい。あのーまあ、さすがにアフリカに行って農業をやると、農薬もない、化学肥料もない、食品添加物もない、何にもない。だけど、村の人たちはちゃんと、食べて生きてるわけです。で、明日食べるもの、明後日食べるものがあれば、それで十分幸せなんじゃないかと。それ以上何が必要なんだっていうことを向こうで、学ばせてもらいまして。で、それまでの自分は、ね、いい車に乗りたい、いい服が着たい、美味しいものが食べたい、あれがしたい、これがしたいと思ってたんですけど、そういうものを、捨ててしまうと、どんなにこう気楽で、こ自由というか、なんか生きるため、最低限、生きるということがちゃんとできれば、それが一番幸せなんだということをアフリカで気づかされまして、で、日本に帰ってきて、農業をやるんだったら、そういう自分が本当に豊かだと思える農業をやりたいと思って、有機農業に切り替えました。まだ当時はなかなか有機農業やる人がいなかったんで、ね、今でこそ普通になりましたけど、最初の頃は大変でした。最初のはい。頃の、ご苦労がなんとなくうん。思い浮かうん。ばれるような感じですが、はい。で、私もですね、松下さんにお願いした後、会社に帰ってきまして、はい。松下さんを検索するとですね、先ほど、松本さんの方からですね、出されましたこの本はい。ですね、うん。こちらの本がですね、日経プレミアシリーズという形で、Amazon で販売されててですはい。ね、
はい、大変びっくりしたという形なんですが、あ、はい。この本を執筆されうん。た経緯みたいなものはどんなこあ、とだったんでしょうか。なるほど。この本の編集をやってくれた方がいまして、で、その方が、私のことをどっかで知って、で、非常に面白いと。で、たまたま私たちが開いたイベントに、その編集の方が参加してくれまして、で、その方から声かけられて、どうですかというふうに言われまして。で、最初他の出版社から出すつもりでいたんですけど、最終的に、日本経済新聞で出すことになりまして、この本の形になりました。どういう思いで、どういうはい。ことをやろうと思って、この本に、うん、書かれたんでしょうか。そうですね。日本経済新聞という会社の性質上、ビジネスマンが読んでも面白い本。で、私としては、教科書のような本を書きたいと。で、私もいろんな方に、お座りに行き、いろんな人の方の本を読んだんですけど、当たり前になんで田んぼに水を張るのかとか、耕すとは何かという最も基本的なことが書かれた本がね、どこにもないんです。で、本当はその基礎の基礎をちゃんと理解しないと、積み上がらない技術だと思ってたので、自分が感じたそういう基本的なことを教科書のような形でこの本に書きたいと思って、書かせていただきましはい、ありがとうございまた。はい。す。はい、Amazon を検索するとですね、それからですね、現代農業という、農あ、業の雑誌がはい。あるんですが、その3月号にですね、松下さんが、執筆されてましてですね、そうですね。昨年末に原稿頼まれまして、で、ちょうど1ヶ月後、2月の終わり頃に3月号が出ると思いますんで、そこに私の、出した記事が載ると思います。はい、はい。ありがとうございます。皆さん、現代農業の方もぜひチェックしてみてください。それでですね、Amazon を検索するとですね、松下さんの、お米を使ったというですね、そういうブランド、それをブランドにしてる、松下米塩、松下米っていうですね、そういうお酒、日本酒があるっていうことがですね、はい。分かりまして、それはい。が普通に検索して出てきまうん。す。はい。これを、こんな自分の名前のお酒ができるですね、経緯みたいなものがもしあれば教えああ、ていたはい。だければと思うんですが。うん。収納して、どうせお米を作るんだったら、自分のお米で作った日本酒を飲みたいという、そのよこしまな思いで、地元の蔵に、頼みに行って、栽培させてくれないかと。で、実は、アフリカに行った時に、日本のことを何にも知らないっていうことに気がつきまして、でちゃんと日本のことも勉強しようと。で、そのうちの一つも日本酒で、で、えーまあ、日本酒の魅力にのめり込みまして、で、自分のお米で自分のお酒を飲んでみたいという思いで、蔵元に、アポなし突撃で行って社長に話をして、で、その社長さんが、じゃあやってみろっつって、こう、支えてくれて、押してくれたので、このお酒がもう今年で29作目になります。はい。29年前に、はい。実際ですね、有機栽培米を使った、うん。お酒、日本酒があったっていうのがですね、ちょっとびっあ、はい。くりな、すごいとああ、ころですね。うん。あのー調べた限り、私のこのお酒以前に有機米でお酒を仕込んだという記録がないので、おそらくこのお酒が一番最初の有機無農薬の、日本酒だと思います。こちらもですね、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。はい。それではですね、東京エイトの、栽培についてですね、講習概要、今回ですね、使っていただきました、はい。講習概要についていろいろ教えてください。はい。今回、春に、張海さんの方から、お話をいただいてから、どこで栽培しようかいろいろ考えたんですけど、虹のきらめきという品種。これは食用米で、化学肥料だと10票、12票取るような多収米。
で、特に高温障害に強いという特徴を持っています。で、静岡もやはり高温障害が出やすいので、高温障害に強い品種ということで、虹のきらめき。先ほど学校給食の話もしましたけど、学校給食の有機化にもこの虹のきらめきを出しています。で、有機栽培に転換して1年目の補助でやりました。これは理由がありまして、もう何年も有機でやってる田んぼだと、もう土が出来上がっちゃって、なかなか微生物が、の実験やっても出ないんですね。もう出来上がっちゃった農場、田んぼだと。なので、まだ出来上がっていない1年目の、田んぼで試験栽培やった方が、結果がはっきり出るんじゃないかと思いまして、この田んぼでやりました。で、肥料は自家製のぼかし肥料。まあ、180キロ。窒素にして5%。まあ、5キロ。窒素換算5キロですね。で、玄米茶、静岡お茶の工場がたくさんあるもんですから、玄米茶の工場で、お米をいって、で、まあ、砕けちゃったお米だとか、膨らみすぎちゃったようなお米のカスが出てくるもんですから、それをもらってきて、100キロほど、一旦あたり、巻いてあります。で、秋は起こさないで、春、ぼかしを散布して、4月の12日に、表層後期、表面5センチだけを、トラクターで耕してあります。で、ハッシュが4月の20日、30日育苗。これは露地の30日育苗です。ハウスは使いません。で、途中に、栄養補給で、糖蜜、糖分を、発酵 5cc ほど、加えて追肥してあります。で、種もみは温湯消毒。で、エコホープ DJ という、これは微生物農薬と呼ばれる化学物質農薬ではない微生物農薬で、ジャス有機の認証が取れる、資材です。それを使って、1箱あたり、まあ、吸水もみ、水を吸ったもみを 90g あたり、1箱に巻いて、で、5.5葉、30日で5.5葉ほどの大きさまで持ってきます。で、当然ジャス有機の関係で、バイドも、自家製で作ってます。まあ、赤土に、粉砕したもみ殻、これは蒸気消毒して、あります。そこに、元肥としてフィッシュアミノ S という、まあ、魚から作られた、肥料を入れて、で、一旦あたり18枚。で、本場1.2を、だいたい3センチ、4センチぐらい伸びたところで、シルバーポリというトンネルをかけてあるんですけども、それを剥がしてしまいます。で、なんでこんなことするかっていうと、できるだけ、がっちりしたいい苗を作りたいので、徒長させないで、まだ背が低いうちから、もうどんどん外気温に当てて、しまおうと。そういうことによって非常に強い苗を作るという目的です。はい。で、定食が5月の29日。で、普通の田植え機で、まあ、上間が30、株間が22センチ。まあ、坪50株植えですね。で、1回目、7月の12日に、同粉、鉄砲粉鋼で、1リッターを100倍、100リッターにして一旦。で、2回目も、8月9日に出水前に、100倍で、同じように、かけてあります。で、稲刈り、穂が出たのが8月11日、12日、その頃。で、稲刈りが9月の16日。はい。で、これが、ちょうど穂が出た後の写真なんですけど、明らかに色の濃さが、東京エイトの方が濃いです。で、まあ、全体のボリュームという意味でも非常に東京エイトの方が、出てますね。はい。で、これが東京エイトの、拡大した写真です。非常に株の張り、分血がよく出ています。それから下葉が、枯れ上がらない、根が非常に健康な証拠なんです。下葉3枚は、根っことつながっているので、下葉が枯れてないで元気だっていうのは根っこが健康な証拠です。まあ、この全体のこの
生き生きしたこの健康状態の良さっていうのがそのまま収量に、の違いに現れると思っています。はい。これが、うちの、研修生が、あの、まあ、コンバインの入らないところのを手帰りでやってくれたんですけど、その時に、非常に東京エイトの茎が、こう、鎌の入りが、こう、ものすごい、こう、なんていうのかな、力強く刈らないと枯れないと。で、なんだろうと思って、パッと断面見たら、すごく断面が太くて、で、思わず写真を撮ったというのがこの写真なんですけど、明らかに、東京エイトの方が、管は太いですね。まあ、管が太いってことは、それだけ澱粉の貯蔵量がたくさん蓄えられるので、まあ、高温障害にも結果的に強くなるっていうのは、こういう理由でもあると思います。はい。で、とにかく飽き落ちしません。飽き落ちっていうのは、体力がなくなって、人間で言ったらもう、まだ60歳ぐらいなのに、もう老衰で、力尽きてしまうような状態なんですけど、この稲は、本当に稲刈り直前までずっと元気に生きてました。はい。あ、これがあれですね。ハリカイさんが実際うちに来てくれたときに、試食をやった時の写真ですね。はい。私はい。が訪問したときにですね、訪問してみると、炊飯器が2台並んでおりまして、そこで、東京エイトと東京エイトじゃない、かけてないものとで、食べ比べをしようと急に言われましてですね、ああ、さすがプロはですね、こんな食べ比べってことをするんだなと思いながら、実際食べ比べをさせていただいてですね、まあ、初めての経験だったんですけど、明らかに違ってですね、で、後半から食べたやつの方が、とても美味しいと。あ、こんな違うんだっていうのをあれして、まあ私は心の中でできたら後半食べたやつがですね、東京エイトかけた方ならよかったなと思ったんですけど、はい、その時の写真です。はい。そうですね。はい。当然、食味がどれぐらい、違うのかということをちゃんとわからないと、結果として出ないので、当然、食味はやります。で、やっぱり東京エイトを使った方が、まず、粒の滑らかさ、口の中に入れた時の滑らかさ、それから口の中に入れた時の香り、含みかと呼びますけど、香りが非常に良かったです。で、ずっと噛んでいて甘さがどん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 強くなっていって、で、飲み込んだ後にまたふとこう香りが戻ってくるんですけど、その香りも非常にああ、ご飯を食べた、噛んだいい香りという戻りかというのがあって、なんか風味と舌の滑らかさっていうのは東京エイトの方が圧倒的に良かったです。はい。私もそれをとても実感して、素うん。人ながらですね、こんなに違うんだっていうのをうん。実感させていただきました。プロの方が、こういう味を、判断するプロの方がですね、まあ、いらっしゃるということだったので、うん。そういう方にまた食べていただくと、またいい評価がいただけるかなというそう感ですね。じですかね。甘いお米っていうのはたくさんあるんですけど、今でも。ただ甘いだけじゃなくって、やっぱりその、粒感の良さ、それから香りの良さ、まあそういうのっていうのは、プロが見ても、まず重要視するところなので、この東京エイトで作ったお米は非常にいい、まあ、評価が得られる、品質だと思います。ありがとうございまはい。す。美味しかったです。はい。はい、最後に、終了調査について教えてください。そうですね。まあ、やっぱり見た通り、1.1票かな。多かった。で、まあ、くず米の出方も、とか、色彩の選別機の、はそんなに変わらなかったんですけど、まあ、とにかく、いい収量が出ました。で、実際、有機で、まあ、これは学校給食に提供するという意味もあって、ある程度量の取れるお米。で、うちはだいたい平均7票ぐらいなんですけど、虹のきらめきはもともと多種の品種なので、まあ、普通に作っても7.6票。
で、そこに東京8を使って、1.1票、多い8.7票。ここは、この1票の差っていうのは非常に大きいと思います。で、とにかく、実感として、明らかに生育がいい。で、生育っていうのは健康状態ですね、稲の。すごく健康で元気に感じられる。で、その健康状態に比例して、やはり収量も多かったというのがはっきりここで出たと思います。あとは、その試食で食べた時の食感の良さ、香り、そういったものが、非常に良くて。で、もう、炊飯器の蓋を開けて、しゃもじを入れた時のその食感とか、感触で、もう食べる前に、ああ、これいけるわ、美味しいわって、もう思わせるぐらいの、品質でしたね。非常に良かったです。ありがとうございまはい。す。で、で、あ今と、年、はい。あと今年、そうですね。今年は、昨年の試験栽培を踏まえて、2ヘクタールほど、やってみようかなと。で、品種、何品種か、変えて、どんな品種でどんな変化があるかをまず調べて、で、それぞれ食味なり何なりがどれぐらい変わるのかとか、そういうのも、調査してみたいと思います。あとは東京都でもぼかしが作れるということなので、実際ぼかしをうちで東京都で作って、で、それを補助に散布して、その補助でどれぐらいまた違いが出るかとか、そういう試験栽培も今年やってみたいなと、思っております。はい。はい。どうもありがとうございまはい。した。はい。最後にですね、はい。松下さんがですね、先週、玄米の全国グランプリで、あはい、入賞されたということであ、ですね、うん、はい。で、また松下さんが品種改良をされてできた神あかりという品種がですね、その6品、入賞された6名のうちの2品種を取ったということで、大変どうもおめでとうございました。ありがとうございます。うん。はい。神あかりは平成10年の年にコシヒカリの突然変異を見つけて、それを7年間、系統選抜かけて品種に仕立てて、で、それからもう数年、国の試験場だとかそういうところで調査をやられて、平成17年の年に、平成17年に、品種登録を出して、で、22年かな平成22年、21年、22年に、品種登録されました。そういう品種で、巨大胚芽米といって、胚芽が通常よりも3倍ぐらい大きな、ちょっと変わった特殊な、お米なんですけど、そういうものは、品種として、持ってます。はい。はい。どうもありがとうございましはた。はい。い。いえいえ、今後ありとも、がとうございました。こちらはい。こそ。はい。また東京へと来年も、また、はい。いろいろ実験やって、また面白い結果が出たら、また報告いたします。はい。ありがとうはい。ございます。どうもありがとうございはい。あます。りがとうございました。はい。はい。最初の出会いがエチオピアからだったというお話でですね、実は今日もアフリカから、何十人かこのウェビナーで参加しておりましてですね、今日アフリカは、多い順に、マラウイ、うん。レソトうん。とか、そういう国から、2、30人参加いただいていうん。ると思うんですけども、アフリカで稲作をやっぱりやってる方々も今日ウェビナーに参加しているので、アフリカの稲作の方々に対するメッセージをいただけるとありがたいんですけど。うん、そうですね。日本の稲作とはまた全く違うやり方なので、一概に、あの、どれほど結果が出るか私もわからないんですけど、試す価値は十分あると思います。あね。の、化学肥料を、投入して、で、多投してしまうとどうしても土が傷んでいくので、で、化学肥料はやっぱ微生物を育てないっていうところがあるので、そういう意味では、化学肥料を使いながらでも、上手に、微生物を増やして、いい環境にしてあげるっていうのは、最低限必要なことだと私は思ってます。はい。ありがとうございます。